全3回に分けてアーセナル理論考察シリーズ最終回の今回は第1回と2回で紹介したアーセナルプレーによる利点と欠点を実際のアーセナル仕様で生まれる表現価値の計算に当てはめてみたいと思います。アーセナルプレーの教訓は4点です。利点を欠点より大きく。アーセナル存続期間が長いほどメリットは大きく。デッキのアーセナル戦略を知ること。機械費用を予測。それぞれを詳しく見ていきましょう。各カードがアーセナル仕様で生み出す表現価値。アーセナル価値は単純にアーセナル仕様の利点で得られる表現価値から欠点で失う表現価値の差となります。よって効率的なアーセナル仕様とはなるべく利点を欠点より大きくしてより大きなアーセナル価値を生み出すこととなります。状況はコンボファイデッキを使用。チェーンリンクが2つしかつながらずアクションポイントはありますがラプチャー条件を満たせていない状況です。手札にはこのデッキでは鉄板のコンボクローザーであるラババーストが1枚残っていてアーセナルは空いています。この状況でのラババーストアーセナル設置の最大の利点はラプチャー効果の条件が満たされるタイミングまでのカード温存です。ラプチャー条件を満たせた状態ならラババーストの表現価値は5点となります。5枚手札のコンボターンならアートボワーで1点分の攻撃追加。多くの場合はタイガーストライプ守護でさらに1点分追加となり合計で7点分の表現価値となる可能性があります。最大の欠点はこのターンはアクションポイントが残っていると仮定しているのでラババーストの2点分攻撃力がテンポロスとなります。よってこの時点で想定されるラババーストのアーセナル仕様が生み出す表現価値は 5-2 または 7-2 で3点または5点分となります。アーセナル期間が長ければその分手札に回ってくるカード数も増えてくるので機械費用が確率的に増していきます。つまりアーセナル期間が長くなることによりアーセナル渋滞のリスクが高まるということです。よってアーセナル期間が長くなる可能性の高いカードを設置するときはその利点はより大きくなくては割に合わないということになります。状況はコンボ系のクラシックコンストラクトのデッキを使用しています。自分のターン中にアクションポイントも必要なリソースもある状況で手札にコンボのキーカードであるイーサーワイルドファイヤーがあります。相手はアーケンバリアを持っていません。アーケンバリアがなくワイルドファイヤーが使えたターンにこれを使用せずにアーセナルに設置したことでワイルドファイヤー単体の表現価値4点分がテンポロスとなります。もし代わりに別のアクションポイントを使用するカードで攻撃してアクションポイントを使用した場合はテンポロスはそのカードとワイルドファイヤーの差になります。例えば1点攻撃のカードを使用していた場合は3点のテンポロスになります。コンボターンでのワイルドファイヤーによる1点ダメージはその5倍に膨れ上がります。よってコンボターンまで温存することで得られる表現価値は 4×5、20点となります。さらに5枚手札によりピッチカードが1枚増えることでワイルドファイヤーにはさらに1点から2点分のダメージを上乗せすることができる可能性が高まりこの場合はワイルドファイヤーが生み出す攻撃は25点から30点まで跳ね上がることになります。この状況でのアーセナル価値は16から26点になります。カード枚数として換算すると約5枚から9枚分のカードの価値となります。つまりワイルドファイヤーのアーセナル期間が最悪この5から9ターンサイクルぐらいに長くなってもその分価値があるという計算になります。ブロック戦略と同様にそれぞれのデッキにはアーセナル戦略が存在すると考えます。中にはアーセナル仕様が戦略の要となるデッキタイプもありこれを理解していないとデッキ本来の力が発揮できないこともあります。典型的な例だとレンジャークラスです。レンジャーはアーセナルゾーンを戦略の中心とするようにデザインされています。アローカードはアーセナルからのプレイが必要条件なので
レンジャークラスにはエンドフェーズ以外にも複数のアーセナル設置方法が存在しています。単純な例だとリロードキーワードです。この効果はもしアーセナルにカードがなければ手札から裏返しでアーセナルにカードを設置しても良いというものです。既存の弓武器もすべて起動型能力でアーセナルにカードを設置できます。例えばバーブドキャスターウェイの起動能力を使用してカードをアーセナルに設置した場合はそのカードは表向きなのでもう一つの起動能力で続けてエイムカウンターを置くことはできません。そこで同じセットで登場するリプタイドのヒーロー能力を使用して相手のターン中にトラップディフェンスリアクション使用または自分のターン開始時にゴーアゲン付きのアクションを使用してヒーロー能力でアーセナルにアローカードを設置。これにより設置されたアーセナルカードは裏返しなのでそこでバーブドキャストウェイの起動能力でエイムカウンターを載せるという流れになります。これは1点のリソースの使い方としてはアーセナルにカードを設置するためだけに使用するよりもエイムカウンターを載せてさらに1点の攻撃などを追加した方が理想的ということを表しています。レンジャークラス以外にもアイスランダーのヒーロー能力や強力なアース装備クラウンオブシーズなどもアーセナルゾーンカードと直結した能力発動アビリティの例です。しかしアーセナルを戦略の中心とするデッキとは逆に基本的に手札を毎ターン使い切るアグロ系デッキなどではアーセナル設置よりもなるべく手札4枚すべてを使ってターン表現価値を高める戦略のためアーセナルにあまり頼らない場合もあります。コンボアーキタイプのデッキはアーセナルに設置するカードがコンボのキーカードとなることが多いようです。中には YouTube のデッキテック動画などでもアーセナル向きのカードを具体的に説明しているものも見かけます。つまりそれぞれのデッキがどのくらいの頻度でアーセナルを使用するか、どのカードがアーセナル向きなのかを理解しておくことが高いレベルでプレイするために重要になります。さらにアーセナル戦略の理解は自分のデッキに限らずメタ環境における対戦相手のデッキも理解することでさらにもう一段階上のプレイができるようになります。アーセナルゾーンの使用観点から見ると競技レベルでのトッププレイヤーとそうでないプレイヤーの大きな差は機械費用予測の精度と個人的には考えています。カードゲームなので実際に手札にどんなカードが引かれるかは運次第です。しかし勝率の高いプレイヤーは自分の山札に残っているカードから生まれるであろう機械費用と今から設置しようと思っているアーセナルカードを予定しているアーセナル期間と照らし合わせて予測していると思います。経験が豊富なプレイヤーほど経験が生み出す勘と予測の精度は高くなっています。2023年度コーリングインディアナポリスの決勝、マイケル・ハミルトンのアイスランダー対チャールズ・ダンの消耗戦型オールドハイムの一戦です。状況はハミルトンはブルランダーを使用。ハミルトンは自分のターンである第4ターン、その直前の相手のターンで手札1枚を3点ブロックに使用。アーセナルにはファイエンダルスピリットが設置されています。この時点で手札の3枚はフロストヘックス、アイスエターナル、ウンディドブルでした。この時は場にはまだフロストヘックスは1枚も設置されていません。コンボカードのアイスエターナルはフロストヘックスが最低でも場に2枚、理想的なのは3枚揃って使用するゲーム中盤から終盤にかけて使用するコンボパーツです。よってフロスト X が1枚も設置されていないこの状況でのアイスエターナルには使用価値がありません。ハミルトンは今すぐ使わないアイスエターナルをピッチに回しました。しかしその後フロスト X が3枚場に揃った後はハミルトンは迷わずアイスエターナルをアーセナルに設置していました。まさに機械費用を予測したプレイです。ゲームを始めた時からアーセナルゾーン仕様はゲームに重要な要素ということは理解していたつもりですが、今回考察してみるとその奥深さに驚かされました。たった1枚のカードをターン終了時に設置するかしないかがここまでゲーム全体の戦略に大きな影響力を持っているとは驚きです。ゲームを始めたばかりの当初はとりあえずアーセナルにカードを設置したり、最近でも使用するヒーローのクラスを変えるたびにアーセナル向きのカードを理解せずにダブルテンポロスのミスプレイを連発したり、つい先日プレリリースでレンジャークラスに挑戦してみれば
対戦相手は常にアーセナルが待っているのに、なぜかこちらはアーセナル空き時間が長かったりと、いろいろ学ぶことがまだまだあります。毎度のことですが、ファブがスキル重視のゲームというのは、こういう細部の構造一つ一つにプレイヤーの磨かれたスキルが反映されているからなのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。